こんにちは、新海月里奈です。今回は予定していたお題を急遽変更し、緊急報告です。予告を変更してしまい大変申し訳ないのですが、今回はついこの間、私自身に起きた奇妙で不思議な体験をお話ししてまいりたいと思います。今年2022年2月の連休から4月にかけての約1ヶ月半、私に奇妙で不思議なことが立て続けに起こりました。何かに憑依されたような、また時に覚醒状態にもなり、ピーク時には使命のようなメッセージも受け取りました。この出来事が何を意味しているのかは、今現在も私自身模索中で、まるでロールプレイングゲームのような仮想現実世界で生活しているようなことが私の身の回りにいろいろ起きて困惑しています。なのでとにかく私に起きた不思議なことを動画で配信していって、できれば皆さんのコメントや皆さんからのアドバイスをいただきながら一緒に追求解明していければと思っています。この動画をご覧になって、もし皆さんなりに気づかれたことや、もしかしてこういうことなんじゃないと感じられた方は、ぜひコメントをよろしくお願いいたします。フラッシュバックと不眠と食欲不振。今年2022年2月の連休からフラッシュバックと不眠が続き、何かに憑依されたというか覚醒したというか、自分でもこの状態が未だによくわからないんですが、とにかくフラッシュバックと不眠が2週間続いて、そこからさらに目が冴え覚醒状態になり、加えて食欲不振にもなり、寝不足で血糖値も下がっているはずなのに、北へ南へ、そして西へ東へ、自分の家を拠点に十字を切るように連日移動して各所の神社に参拝に向かい、それぞれお札をいただいてくるという奇行というべき行動を私はしました。神社仏閣は好きな方なんですが、連日あちこちの神社に行くほど熱心になったことはないですし、お札もお正月に1枚いただく程度でした。宗教にもこだわりがなく無宗教派です。そんな私が北へ南へ西へ東へと、あたかも決まり事のように十字をなぞって移動し、まして一日に何枚もお札をいただくなど過去にもなかったですし、第一私にそういった発想はないです。確かに全部自分の意思で動いてはいるんですが、頭の上からこうしなさい、ここに行ってお札をいただきなさいって言われて言ってるような感覚でした。こうしなさいと言われてやらされてる感はあっても、そこにはちゃんとやらなきゃ、ちゃんと行かなきゃっていう使命感も持って動いていたんです。それでももう能動的に次から次へと動き、告げられたタスクをこなしていく自分自身がすごく不思議でしたし、また逆に自分何やってんだろうって何度も自問自答を繰り返す自分もいるんですね。でとにかくこの2月連休から4月にかけての1ヶ月半は毎日が不思議でした。天の声が聞こえ、壮絶な憑依体験。まず最初に起きたのは天の声です。頭の中で声が聞こえるんです。その声は男性の声で、フラッシュバックが始まってからずっと私に話しかけてくるんです。初めは私もびっくりしてたんですが、ずっと続いてくると、私もその天の声に返答したりして、テレパシーのような会話になってくるんです。で、会話になってくると、普通に現実世界の人とおしゃべりしているような感覚にもなってきて、そうおしゃべりしているようなキャッチボールになってくると、今度は双方の考え方にズレが生じて、時に噛み合わなくもなってくるんですね。で、そこで私が天の声の気分を害するような言動をしてしまったようで、急に天の声が怒鳴ってきたんです。お前が岩戸なんか隠れてっから俺たちみんなが困ってるんだろう。お前があったかい部屋でパソコンやってる間、俺たちはひいこらひいこら働いてるんだよ。そんなすごい能力持ってるって自分で言ってるんなら、戦争もコロナも天災も全部止めてみろよ。こう言ってきたんですね。私が岩戸に隠れてる。この岩戸とは天の岩戸神話のことです。太陽の神天照大神が弟のスサノオミコトの暴れように腹を立てて、岩戸、つまり洞窟に閉じこもったきり出てこないために太陽が隠れ、世の中が真っ暗になり、作物が取れなくなり、
すると民衆の間で食べ物の取り合いや仕事がなくなったりと争い事が起きて、疫病天災、あらゆる災い事が起きたという有名な神話です。天岩戸といえば、私はフラッシュバックが始まる前になぜか天岩戸神話について改めて調べていたところだったんです。それもあってか、お前が岩戸に隠れてるから俺たちみんな困ってるんだろって言われて、私はすごく身近に感じたというか、その言葉が胸に突き刺さって、本当に自分が原因理由でこの世を不穏にさせている感覚になっていったんです。ただ、だからってそう簡単に自分が天照大神とは思いません。いえ、あまりにも現実味がないことですし、そもそも天岩戸神話は神話という伝説ですし、天照大神も諸説あるとは思いますが、実在したのかどうかも未明なことですから、自分が天照大神だと受け入れられなかったです。でも天の声だけははっきり聞こえてましたし、その怒鳴り声の後、私に何が起こったかというと、戦場で恐怖に怯える人の念が急に降りてきたんです。憑依されたんです。頭の中に戦場真っ只中の光景が映し出されたんです。上から建物の瓦礫が降ってくる光景です。私は体が震え、やめてやめて、助けて助けてと泣き叫びました。そして涙が止まらないんです。戦場の光景は壮絶でした。すごく怖かったです。これが2月の連休から3週間後の3月9日のことです。憑依はされているんですが、ちゃんと自分という意志理性はしっかりあって、これは私に助けを求める想念憑依だと確信しました。私は普段占い師としてチャネリングや霊視を戦術に遠方の人の気持ちや感情とコンタクトをしています。なので人の想念を客観視する視点を持つことは日常的なので、この時冷静にこれは憑依だと確信できたんだと思います。この壮絶な憑依を体験した瞬間から、今自分がしなければいけないことや自分の使命が次から次へとメッセージとなって降りてきて、私は動き出したんです。その私が出た行動とは、北へ南へ西へ東へ十字を切って神社に参拝に行くことだったり、各所のお札をいただくことだったり、自宅に結界を貼ることだったり、あるいは仙台供養をすることだったり、とにかくいろんなことを天から告げられました。傍から見ればもう気候に走っている状態だったと思います。また私が天から告げられたすべき任務使命をちゃんとできなかったというか、やり方が間違っていたというか、無知な上に知らずに神様に失礼なことをしてしまったことがあって、それにより私の主人はサーフィンをしているんですが、サーフィン中にサーフボードの先が左目に当たって救急搬送されて、眼球破裂で左目を失明するという大怪我をしたんです。もう笑い事ではなかったです。本当に生きるか死ぬかの本気のデスゲームでした。今主人は退院をして無事回復していますが、この事故は神様に失礼して罰が当たったというより、左目の失明だけで済んだという、もしかしたら死んでいたかもしれない事故に命拾いしたということに、私は後で気づくんです。これも今度別の回でお話ししようと思います。ですべき使命を一旦果たした私は、徐々にフラッシュバックも不眠も食欲不振も落ち着き、ようやく普段の生活に戻り、今こうしてお伝えしようと動画配信をしています。今思うととても不思議で悪夢のような1ヶ月半でしたが、あの時見た戦場の光景と凄まじい憑依は、おそらくウクライナ情勢のことだと思います。なぜなら私がフラッシュバックと不眠が始まったのは2月の連休で、2月の連休前後にはロシアがウクライナに侵攻するしないの報道が始まりました。また私が憑依された3月9日には民間の建物をミサイルで攻撃するまで事態は進行していましたから、このタイミングを見てもまさに被っています。もちろんこれだけで断定はしませんが、ここから先も私の気候や不思議なこと、怪奇現象はいろいろ続くんです。とにかく最後まで動画で発信していこうと思っていますので、皆さん最後まで見守っていただければと思います。すべてはこの地球のバランスを保つための私がすべきことだと思っています。何の身分も立場もない私が
身の丈知らずのことを言っていることは重々承知なんですが、それぐらい不思議なことが映画のシナリオのように起きているんで、まずは全て発信していき、どなたか専門で詳しい方にこの私の奇行や不思議な出来事は一体何なのか、何の意味があるのか、究明と解明をご協力できればと思います。この動画をご覧になっている皆さんの中にも、ウクライナの報道以降、壮絶な脅威に襲われたり、不安な感情を持ったり、あるいは何かしらのメッセージを受け取ったり、こういった方がいらっしゃいましたら、ぜひこの動画のコメント欄でお聞かせいただければと思います。次回のセッション33では、私が戦場の壮絶な憑依体験の後に出た気候行動について、北へ南へ西へ東へ十字を切って神社に参拝に行ったお話をしてまいりたいと思います。次回の動画もぜひ見守っていただければと思います。今回の動画の内容について何か気づかれた方やご感想を持たれた方は、この動画のコメント欄にぜひ書き込みをお願いいたします。必ず返答させていただきます。また LINE ビジネスアカウントと新買い付けサロンを開設しております。 LINE ビジネスアカウントでは最新情報のお知らせ、新買い付けサロンではここで紹介しきれないお話やオンタイムで感じたメッセージ、インスピレーションを記事やラジオでお送りしております。ご視聴になりたい方はこの QR コードかこの動画の詳細説明より新買い付けリナのアカウントにアクセスしてください。